みんな元気なのだ。ずんだもん、今日も張り切ってニュースをお届けするのだ。今日はね、お隣の国、韓国のニュースをぎゅっとまとめてきたのだ。ねえねえ、知ってる？実はね、韓国の国歌って正式な曲が決まるまで日本の蛍の光と同じメロディーで歌われていたらしいのだ。びっくり仰天なのだ。そんな韓国の最新ニュースを今日は全部で3つ紹介するのだ。どれも見逃せないのだよ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。裁判所元警視市委員長の釈放命令、適法性審査を経てっていう記事なんだけど、元韓国放送通信委員会のシンスク委員長さんが土曜日に勾留から解放されることになったのだ。ソウル南部地裁の裁判官さんが今すぐ逮捕しておくのはおかしいのだって判断したからなのだ。委員長さんは選挙法を破ったり政治的に公平じゃなかったりした疑いで捕まっていたのだ。去年9月に保守系の YouTube チャンネルで誰かを応援するような発言をしたのが原因らしいのだ。その発言は当時の大統領候補だったチェニョンさんの選挙を邪魔しようとしたって思われたのだって。でも裁判所が彼女の解放を認めたから一旦自由の身になったのだ。まだいろいろあるかもしれないけど今はこれが最新情報なのだ。この動画面白かったら高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくなのだ。さあそれじゃあ一緒に詳しく見ていくのだ。皆さん、今日は東アジアに輝く国大韓民国通称韓国を紹介するのだ。朝鮮半島の南側に位置しエネルギッシュな首都ソウルがこの国の心臓なのだ。古くからの歴史を持ち激動の時代を経て民主主義共和制を築き上げたのだ。現在は約5100万人が暮らしその国民は情熱と勤勉さで知られているのだ。経済ではサムスンやヒョンデのような世界的企業がエレクトロニクスや自動車産業をリードしているのだ。そして何といっても今世界中を夢中にさせているのが韓流なのだ。K-POP や K ドラマ、映画、そして美味しいキムチや焼肉といった食文化は多くの人々を魅了しているのだ。最近は先端 IT 技術の分野でも注目され新しいイノベーションが次々と生まれているのだ。伝統を大切にしながらも常に新しい文化を生み出し続けるそんな魅力に満ちた国、それが韓国なのだ。一つ目のニュースなのだ。トランプ氏 APEC 控え10月29日訪韓か関係者という記事なのだ。アメリカのドナルド・トランプ大統領が今月下旬に韓国を訪問することを検討しているのだ。アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議の直前なのだよ。複数の情報源が土曜日に明らかにしたのだ。政府関係者の推測によるとトランプ大統領は10月31日から11月1日に慶州で開かれる APEC の本会議には参加せず、その前に韓国と中国との2国間首脳会談を行うかもしれないのだ。与党関係者のお話では、10月29日に韓国に到着して慶州を訪れる見込みなのだよ。トランプ大統領は10月26日から28日までクアラルンプールで ASEAN 首脳会議に出席した後、日本で新しい首相と会談する予定なのだ。その後、日本から韓国へ向かい、日帰り旅行になる可能性もあるのだ。財務長官のスコット・ベッセント氏は、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が今月末に韓国で立ち話をするだろうと話しているのだ。でも APEC の傍らで北朝鮮の金正恩委員長と会談する可能性は低いと与党関係者は見ているのだ。この訪問スケジュールはまだ最終決定しておらず米韓間で調整中なのだよ。二つ目のニュースなのだ。韓国の平和維持軍レバノン、スーダンで活動し国連軍司令部75周年を記念という記事なのだ。韓国の平和維持部隊が
国連軍創設75周年を記念して、レバノンと南スーダンでとっても大事な活動をしているのだ。レバノンの透明部隊は、2007年からパトロールやソーラー街灯の設置、浄水場作り、医療支援、テコンドー教室などで地域の人々を助けているのだ。現地の市長さんも感謝しているのだ。イタリアの司令官も彼らの献身を褒めているのだ。南スーダンのハンビ部隊は、2013年から道路を 2800km も直したり、堤防を作って洪水の被害から20万人を守ったりしているのだ。職業訓練や農業指導もして、多くの人が卒業して仕事を見つけているのだ。UN からも最高の公平部隊だって褒められているのだ。これらの活動は、韓国が国際社会に貢献するだけでなく、朝鮮戦争で助けてもらった恩返しでもあるのだ。隊長さんたちは、自部隊の活動が韓国の誇りであり、人々に希望をもたらすと語っているのだ。韓国はもう、自国の安全保障だけでなく、世界の平和も守る国になっているのだ。3つ目のニュースなのだ。裁判所、元警視市議委員長の釈放命令、適法性審査を経て、という記事なのだ。元韓国放送通信委員会のシンスク委員長が土曜日に勾留から解放されることになったのだ。ソウル南部地裁の裁判官さんが、今すぐ逮捕しておくのはおかしいのだ、って判断したからなのだ。委員長は、選挙法を破ったり、政治的に公平じゃなかったりした疑いで捕まっていたのだ。去年9月に保守系の YouTube チャンネルで、誰かを応援するような発言をしたのが原因らしいのだ。その発言は、当時の大統領候補だったチェニョンさんの選挙を邪魔しようとしたって思われたのだって。でも、裁判所が彼女の解放を認めたから、一旦自由の身になったのだ。まだいろいろあるかもしれないけど、今はこれが最新情報なのだ。今日は韓国の魅力や国際社会での存在感、そして国内の話題まで盛りだくさんだったのだ。トランプ氏の訪韓転倒や平和維持活動、裁判のニュースと情熱と活気に満ちた韓国の様々な顔が見えたのだね。これからも伝統と革新を続けるこの国の活躍に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。